ブランケットです。かぎ針編みでケーブル模様の編み地を編んでバラの刺繍を組み合わせました。縁編みをフリルにして優雅なイメージにしています。今回の作品で使用したのは浜中さんのアメリです。ニュージーランドメリノが 70%、 それからアクリルが 30% の糸になりますね。40g で 110m あります。軽くて弾力性があってとても編みやすい浜中さんの定番の糸ですね。そしてこちらの糸の親切なところ、編み始めの糸ですね。こんな風にすぐに引っ張り出せるようになっています。かぎ針は6号を使います。そしてこちらはバラの刺繍用に使います。同じく浜中さんのアメリー F という糸になります。こちらは先ほど紹介した糸よりもやや細い糸になります。色番はこちら504とこちらが517になっています。ケーブル模様のパターンを説明します。説明では1パターン分のみ編んでいきます。ケーブル模様を編み始める前に土台となる部分ですね。基礎の部分を3段編んでいきます。1模様33目になります。ですので作り目は33目 ×4 パターンですね。そしてマイナス1とします。131目鎖編みを編みます。では鎖編みをしていきます。まずは、こちらは1模様分ですので33目鎖編みを編みました。では1段目ですね。鎖で立ち上がってすべての目に中長編みを編んでいきます。中長編みの立ち上がりは普通鎖2目ですが、今回は鎖1目で立ち上がって針のかかっている目から1に2つ目のところですね。ここに中長編みを裏山を拾って編みます。これで最初の1目という形にしますね。ではこの後は裏山を拾って鎖の目の数だけ中長編みで編み進めていきます。次の段は鎖1目で立ち上がって細編みを目の数だけ編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えて細編みをしていきます。最後のところです。ここにも1目細編みを編みます。ここは忘れてしまいがちですけれども、忘れずに細編みを編んでおきます。次はまた鎖1目で立ち上がってすべての目に中長編みを編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元から中長編みを編んでいきます。これで基礎の部分が編み終わったことになります。では次からケーブルのパターンの1段目をやっていきます。この記号は長編み表引き上げ編みになります。色が変えて書いてありますので、この位置で長編み表引き上げ編みをしていきます。まず鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編み、その隣にも細編みを編みます。そして次は長編み表引き上げ編みを細編みの足3つ目の細編みの足に編みます。針に糸をかけて3つ目の細編みの足、
このように針を入れて糸を引き出します。この時に、しっかりと長めに引き出した方がいいです。で、長編みをしますね。この足が短くなると模様がぎゅっと縮まってバランスの悪い編み地になります。縦にも横にも縮んだような感じになってしまうので、ここはしっかりと足を長めに引き出していきます。ではまた隣に長編み表引き上げ編みです。しっかりと糸を引き出しますね。長編みをします。あと2つ同じように編んでいきますね。長編み表引き上げ編みが4目編めました。次は裏側を見てください。1、2、3、4目飛ばして5つ目に細編みをします。ここは4目飛んでいます。次は長編み表引き上げ編みをまた2つ編んでいきます。細編みの足1つ飛ばして次の細編みの足のところですね。長編み表引き上げ編みをします。隣にも同じように長編み表引き上げ編みをします。糸はしっかりと引き出します。裏側を見て2目飛ばして3つ目から細編みを5目編みます。次は長編み表引き上げ編みを4目編んでいきます。細編みの足1、2、3、4、5目飛ばして6つ目ですね。ここから長編み表引き上げ編みを4回ですね。次は裏側を見て4目飛ばして5つ目から細編みを5目編みます。次は長編み表引き上げ編みを2回ですね。細編みの足1、2、3、4、5目飛ばして6つ目です。ここに長編み表引き上げ編みです。隣にも裏側を2目飛ばして次の目に細編みをします。次から1、2、3、4目分は長編み表引き上げ編みをします。細編みの足を1つ飛ばして隣から裏側を見て4目飛ばして次の目から細編みを3目編みます。これで今一つのパターンが編めたところです。
実際の作品ではこの後この同じパターンを3回繰り返して合計4パターンですね、編んでいくことになります。で、一番最後ですね、4パターン目は細編み2目で終わります。こちらが細編み2目で始まっていますので、ここも細編み2目で終わる形にします。2段目は鎖1目で立ち上がってすべての目に中長編みを編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に中長編みですね。すべての目に中長編みを編んでいきます。この部分はこちら側の長編み表引き上げ編みの目に中長編みを編んでいきます。次は細編みのところに中長編みですね。次はまた長編み表引き上げ編みのところに中長編みです。次は細編みのところに中長編みという形で端まで編んでいきます。では3段目ですね、交差編みが出てきます。右上交差、ここも右上交差、ここは左上交差になります。そしてここはこう斜めにね、引き上げ編みをしていく形にしています。そして注意事項です。偶数段はすべて中長編みで実際には編んであるんですけれども、記号が重なるところは図が見えにくくなるので一部消してあります。ですが、実際には編んであるという理解で進めてください。では編み図を見ながら進めていきますね。まず鎖1目で立ち上がって向きを変えます。細編みを2目編みます。次は右上交差を編んでいきます。ここに足が4本ありますね。3番目の足に長編み表引き上げ編みです。この時も引き上げ編みの足は長めに引き出していきます。この足が短いと編み地がぎゅっと縮まってしまってバランスの悪い編み地になりますので注意します。次は4本目の足に長編み表引き上げ編みです。最初の足に長編み表引き上げ編み、2番目の足に長編み表引き上げ編みです。これで右上交差ができました。次は引き上げ編みの裏側 1,2,3,4 目飛ばして5番目の目に細編み、次の目に細編み、下の引き上げ編みの足、こちらに長編み表引き上げ編み、隣の足にも長編み表引き上げ編み、後ろ側 1,2 目飛ばして3つ目の目に細編み、次の目も細編み、次の目も細編み、次の目も細編み。ここはもう一度右上交差を行います。下の4本ある足の3番目の足、長編み表引き上げ編み、4番目の足に長編み表引き上げ編み、1番目の足に長編み表引き上げ編み、2番目の足に長編み表引き上げ編み、右上交差ができました。引き上げ編みの裏側 1,2,3,4 目飛ばして5番目の目から細編みを4目編みます。
下の引き上げ編みの足に長編み表引き上げ編み、次の目も長編み表引き上げ編みです。引き上げ編みの後ろ1、2、2目飛ばして3番目の目から細編みを1、2と編みます。そしてここは左上交差を編んでいきます。3番目の足に長編み表引き上げ編み、4番目の足に長編み表引き上げ編み、そして1番目の足に今度はこの引き上げ編みの後ろ側から長編み表引き上げ編み、2番目の足に後ろ側から長編み表引き上げ編み、4目飛ばして5番目の目から細編みを3目です。ここが最後の目になりますね。ではこのパターンをあと3回繰り返します。一番最後は細編み2目で終わります。4段目はすべて中長編みで編みます。次は5段目をやっていきます。鎖1目で立ち上がり向きを変えます。細編みを2目です。右上交差したところですね。ここはそれぞれの目に長編み表引き上げ編みを編んでいきます。後ろ側を4目飛ばして5番目の目に細編み、次の目も細編み、その次も細編みです。下の足2本ありますが、ここにそれぞれ長編み表引き上げ編みです。2目飛ばして3つ目に細編み、その次も細編みです。次は右上交差したこの下になっている足2本ですね。ここに長編み表引き上げ編みです。2目飛ばして3つ目の目に細編み、4つ目の目に細編みです。上になっている足2本ですね。こちらに長編み表引き上げ編みです。後ろ側2目飛ばして3番目の目に細編み、次の目も細編みです。下の足のところに長編み表引き上げ編み、もう一つ隣に長編み表引き上げ編みです。後ろを2目飛ばして3つ目の目に細編み、その次も細編み、もう一つ細編みです。下の左上交差したところですね。ここはそれぞれの目に長編み表引き上げ編みです。後ろ側4目飛ばして5番目の目から細編みを3目です。
ではこのパターンをあと3回行います。7段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。細編みを2目ですね。ここは右上交差していきます。後ろ側を4目飛ばして5番目の目から細編みを4目編みます。この足に長編み表引き上げ編み、もう一つ長編み表引き上げ編み、こちら側の足に長編み表引き上げ編み、もう一つ長編み表引き上げ編み、後ろ側を4目飛ばして5番目の目ですね。5番目の目から細編みを4目、こちらの足に長編み表引き上げ編み、次の足に長編み表引き上げ編み、こちら側の足に長編み表引き上げ編み、もう一つ長編み表引き上げ編み、後ろ側を1、2、3、4目飛ばして5番目の目に細編み、もう一つ、あと2つですね。4目細編みを編みます。こちら側は左上交差で編んでいきます。引き上げ編みの足の後ろ側を通って最初の足に表引き上げ編みです。2番目の足も同じように、後ろは4目飛ばして細編みを3目編みます。このパターンをあと3回行います。9段目を編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変え細編みを2目です。下の右上交差したところにそれぞれ表引き上げ編みですね。4目飛ばして5番目の目に細編み、あと3目細編み、ではここは右上交差で編んでいきます。4目飛ばして細編みを4目編みます。
左上交差で編んでいきます。足の後ろ側からですね。4目飛ばして5番目の目から細編みを4目編みます。左上交差のところですね。それぞれに長編み表引き上げ編みです。4目飛ばして5番目の目から細編みを3目です。このパターンをあと3回行います。11段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。細編み2目ですね。ここは右上交差に編んでいきます。4目飛ばして5番目の目から細編みを4目です。右上交差したところはそれぞれの目に表引き上げ編みですね。4目飛ばして5番目の目から細編みを4目です。左上交差のところですね。それぞれの目に表引き上げ編みをしていきます。4目飛ばして5番目の目から細編みを4目です。ここは左上交差で編んでいきます。4目飛ばして5番目の目から細編み3目です。このパターンをあと3回繰り返します。この後はこの部分のみ説明していきます。右上交差終わっています。後ろを4目飛ばして5番目の目から細編みを4目です。ここは右上交差していきます。4目飛ばして5番目の目から細編みを4目です。ここは左上交差をしていきます。4目飛ばして5番目の目から細編みを4目です。あとここは左上交差の列ですね。
そして細編み3目です。このパターンをあと3回繰り返します。15段目です。右上交差の列まで編んであります。4目飛ばして5番目の目から細編みを3目編みます。交差編みの下の足ですね。表引き上げ編みをします。こちらの足にも表引き上げ編みをします。後ろを1、2、2つ飛ばして3つ目細編み、その次も細編みです。上になっている足ですね。ここに表引き上げ編み、次の目も表引き上げ編みです。2目飛ばして3つ目の目から細編みを1、2です。上になっている足ですね。表引き上げ編み、もう一つ表引き上げ編み、2目飛ばして3つ目細編み、次の目も細編み、下になっている足ですね。長編み表引き上げ編み、もう一つ長編み表引き上げ編み、1、2、2つ飛ばして3つ目から細編みを3目編みます。ここは左上交差の列になりますね。そして細編み3目と編んでいきます。ではこのパターンをあと3回繰り返します。右上交差の列まで終わっています。では後ろ1、2、3、4目飛ばして5番目の目から細編みを2目です。この表引き上げ編みの足に長編み表引き上げ編み、隣も長編み表引き上げ編み、2目飛ばして3つ目の目から細編みを4目です。こちらの足に長編み表引き上げ編み、次の足に長編み表引き上げ編み、今度はこちら側の足ですね。長編み表引き上げ編み、もう一つ長編み表引き上げ編みです。後ろを4目飛ばします。1、2、3、4目飛ばして5番目の目ですね。5番目の目から細編みを4目です。この足に表引き上げ編みをします。次も表引き上げ編みです。1、2、2つ飛ばして3つ目から細編みを2つ編みます。ではこのパターンをあと3回繰り返します。19段目右上交差まで編んであります。では後ろを4目飛ばして5番目の目に細編みをします。引き上げ編みの足ですね。長編み表引き上げ編みをします。2目飛ばして3つ目から細編みを5目編みます。ここは右上交差を編みます。
後ろは4目飛ばします。5番目の目から細編みを5目編みます。長編み表引き上げ編みを2回です。2目飛ばして3つ目に細編みです。20段目の中長編みまで編みました。これで1パターン分となります。サイズを測っていきます。1模様分で横が 18.5 センチぐらいですね。高さがここから測りますが、だいたい13センチぐらい。横はこれを4パターン繰り返しますので約74センチほどのサイズになります。縦はお好きなだけパターンを繰り返していただければいいと思います。私の場合は6パターン繰り返して約80センチほどの長さに編みました。ではパターンを何度か繰り返したものとして編み終わりはですね、1段目と2段目同じ編み方をしてそこで終わりになります。この状態になったところで本体は編み終わりとなります。本体を編み終わったタイミングで一旦スチームを当てるなどして編み地を整えていただくといいかなと思います。